糸はピンと張った状態で、かぎ針を糸の後ろから入れます。糸の後ろからかぎ針を入れて、糸を手前に引き出し、かぎ先を左、下、右と回転させます。糸の上にかぎ先を出して、かぎ針に輪ができています。この交点を目を大きく緩めにして、しっかり持ち直してください。ここに鎖編みを編みます。針に糸をかけて、この輪の中を引き抜きます。針に糸をかけるときは、かぎ針の背中から糸を向こう側に押して、かぎ針は糸の左、下、右、上へと回転させます。もう一度。かぎ針は糸の左側から下、右、上へと回転させて、かぎ先を糸の上に出します。この時に糸が1本かかります。この糸を引き抜きます。引き抜くときは、かぎ針の向きをやや左、下向きにして糸をかけて引き出します。糸端を絞って、これで最初のスタートができました。針にかかっているこの糸は鎖編みの一目とは数えません。ここから鎖編みを編みます。針にかかっているこの一本はかぎ針の目数とは数えませんので、まだ鎖編みは一目もできてません。次も針に糸をかけて引き出します。この間を抜けて鎖編みを編みます。針を糸の左から向こうに押して、かぎ先を右、上と回転させて糸をかけます。次は、かぎ先を上ではなく、横でもなく、斜め下です。斜め左下にかぎ先を向けます。糸をかけて、この円の楕円の形に沿って、かぎ先を引き出します。これで鎖編み一目ができました。かぎ先は楕円になっていますので、この楕円の形に糸を引き出します。次も左から右上に回転させて糸をかけます。かぎ先は左下に向けて楕円の形に沿って糸を引き抜きます。かぎ針にかかっている目は一目と数えませんから、これで鎖編み二目ができたことになります。鎖編みをもう一目編みます。根元をしっかり持って人差し指をしっかり立て、この間の糸はピンとした状態で貼っておきます。かかっている目をあまりきつくしないで、少しゆとりを持たせた状態で、針に糸をかけて、かぎ先を左下に向けて、楕円の形に沿って糸を引き出します。これで3目の鎖編みができました。鎖編みが遠くなると不安定になりますので、ある程度鎖編みができたら、その根元をまた持ち直します。近くの鎖編みを持って、ここから鎖編みを編んでいきます。これで鎖編み5目ができました。